今日は私が育てている植物の中から手がかからなくて一人暮らしでも育てやすい観葉植物5選をご紹介したいと思います。参考になりましたらチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまずこちら、ひときわ存在感があるネフロレピスハッピーマーブルになります。シダ植物の一種なので水やりの頻度は高めですが、それさえできればこのようなゴージャスな葉っぱをたくさん出してくれます。葉っぱにマーブル模様が入るのでハッピーマーブルという名前だと思うのですが、夏の時期は少しマーブル模様が薄くなって、寒い時期になるとくっきりとした模様が浮き上がってきます。これは私が本当に買ってよかったと思っている植物上位のものになります。注意が必要な点としては、乾燥するとポロポロと葉っぱが落ちてしまうことです。葉っぱが落ちたら乾燥しているなという合図になりますので、葉水をこんな感じで多く与えてあげたり、水やりの頻度を少し高めたりしてあげるといいと思います。次にご紹介するのはこちらのストロマンテトリオスターになります。こちらの植物は強い日光が必要ありませんので、室内の明るい場所に置くと美しく育ってくれます。水やりは週に1回ほどで十分なんですが、寒さに弱いので、冬は暖かめの10度以上をキープして育てています。葉っぱの表面はこのように緑と白の模様が入っていて、裏側は濃い赤、このような綺麗な赤色をしています。華やかで存在感がある植物でとってもおすすめです。続いてフィロデンドロンミカンスのご紹介になります。私の家にはフィロデンドロンが何種類かあるんですけれど、このミカンスはビロードのような質感の葉が特徴の観葉植物になります。キッチンのあまり日が当たらないところにハンギングしているんですけれど、問題なくすくすくと新芽を出して育ってくれています。水やりの頻度も1週間に1度お水をあげるかあげないかぐらいの程度で、ほとんど手がかかりません。葉っぱは深い緑色で光沢感があり、葉っぱの後ろは赤みがあってとっても美しいです。シックで大人っぽい雰囲気の植物をお探しの方には特におすすめだと思います。フィロデンドロンには猫ちゃんに有害な成分が含まれていますので、お家に猫ちゃんがいる方はご注意ください。うちのウニは植物に手を出さないのですが、なるべくハンギングにしたり高い場所に置くようにしています。次はこちらのフィロデンドロンインペリアルゴールドのご紹介になります。こちらの植物も強い日光は必要ありませんので、明るい室内で元気に育ってくれています。水やりは1週間に1回程度で、冬は10度を下回らないように気をつけています。新芽が出るたびに葉っぱのサイズが大きくなって、購入した時よりも2倍ぐらいサイズが大きくなった気がしています。明るいグリーンな葉っぱが美しくてとってもお気に入りです。このフィロデンドロンも猫ちゃんに有害な植物になりますのでご注意ください。最後にご紹介するのはマランタになります。ピンクの線が入っている模様のこちらがレウコネウラ。こちらのグリーンの模様の葉っぱがレモンライムになります。見ての通り、どちらも装飾的な模様の葉っぱをしていて、エキゾチックで
南国の雰囲気がある植物です。室内の明るい場所であれば、日差しが当たらなくても十分にきれいに育ちます。水やりの頻度は他のものよりは少し多めで、週2回ぐらい。新芽は丸まった筒状で出てきて、しばらくすると葉っぱが展開して綺麗な模様を見せてくれます。ハンギングにしても存在感があって、とってもおすすめです。注意点は、乾燥すると葉先が傷みやすいところです。乾燥に気をつけて葉水をあげたり、水やりの頻度に気をつければ元気に育ってくれます。それでは、今回ご紹介した植物を実際に置いている場所をお見せしますね。こんな感じでリビングを囲むように植物をレイアウトしていますが、特にお気に入りはやっぱりハッピーマーブルです。ハンギングしている場所はエアコンのすぐ近くですが、ルーバーを上向きにしてエアコンの風が直撃しないようにしています。マランタとミカンスはキッチンの入り口にハンギングしています。キッチンはほとんど日が当たらないのですが、それでもすくすくと元気に育ってくれています。実はキッチンだけでなく、リビングも日当たりが良くないため、日光の代わりに育成ライトを取り入れています。もともとリビングにつけているシーリングライトの電球を育成ライトの電球に変えて、スポット的に植物を照らすように工夫しました。最初は4灯のうち2灯だけだったんですが、今はすべて育成ライトになってしまいました。日当たりが悪くて困っている方のご参考になれば嬉しいです。今回の植物紹介動画はいかがでしたでしょうか？私はまめな性格ではないので、植物にもあまり手をかけられないのですが、そんな私でもうまく育てられている植物たちになります。皆さんはどんな植物を育てられていますか？何かおすすめの植物がありましたら、コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。それでは最後までご視聴くださりありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。